この写真の日本機、見た瞬間に違和感があります。ゼロ戦でもない、はやぶさでもない、丸い空冷エンジンの日本機でもない、細い機種、長い胴体、まるでドイツ機のような日本機。これが3式戦闘機飛燕です。日本軍機の多くが空冷エンジンを使う中、飛燕は液冷エンジンを選びました。だから機種が細い、だから姿が美しい。でもこの美しさには代償がありました。液冷エンジンは高性能を狙える。しかし整備は難しい。冷却液、ラジエーター、配管、油冷機。飛燕は名機でありながら同時に難物でもありました。今日は残された秘蔵の白黒写真をカラー化しながら日本陸軍が挑んだ液冷戦闘機飛燕の光と影を見ていきます。飛燕はいきなり生まれたわけではありません。その前にいたのが川崎キ60試作戦闘機です。キ60はドイツのダイムラーベンツ DB601 系エンジンを使った液冷の重戦闘機として計画されました。狙いは高速、そして重武装、つまり軽く曲がる日本機とは違う方向です。しかし写真を見ると飛燕のようなスマートさはまだありません。少し重い、ずんぐりしている。液冷エンジンを積んではいるけれどまだ飛燕の姿ではない。でもこの試作機の経験が次の飛燕へつながっていきます。側面から見るとキ60の性格はさらにわかります。主翼は短め、胴体は太い、全体に重戦闘機らしい雰囲気があります。この時点ではまだ飛燕の優美なラインはありません。川崎はここで学びます。ただ液冷エンジンを積めばいいわけではない。速くするには空気抵抗を減らさなければならない。扱いやすくするにはもっと軽く、もっと洗練させる必要がある。この反省からキ61、つまり飛燕が形になっていきます。ここで機体ではなく人を見ます。この写真に写っているのは整備員です。活油冷却機を点検しています。飛燕の魅力は液冷エンジンが生んだ美しい姿です。でもその裏側には必ず整備の現場がありました。空冷エンジンに比べ液冷エンジンは冷却系が複雑です。冷却液が漏れれば問題になる。配管が傷めば問題になる。整備が追いつかなければどれだけ高性能でも飛べない。カラー化すると金色の機体と整備服と人の手が浮かび上がります。ここから飛燕はただの美しい機体ではなくなります。人が苦労して飛ばした機械として見えてくるのです。こちらはキ60の試作機が並んだ写真です。同じように見えて細部は違います。武装、構造、機体の仕上げ、まだどれが正解なのかを探している段階です。戦闘機はいきなり完成形で現れるわけではありません。試す、比べる、失敗する、また直す、その繰り返しの先に飛燕は生まれました。この写真は名機誕生の瞬間ではありません。名機になる前の迷いが写っている写真です。キ60にはかなり面白い比較試験があります。ドイツのメッサーシュミット BF109E、そして日本陸軍の2式戦、小機、その両方と比べられました。ここは飛行機好きにはかなり大きなポイントです。日本の液冷戦闘機がドイツの名機と比べられた。しかも小機とも比べられた。結果は単純な勝ち負けではありません。速さはある。でも重い。性能は見える。でも扱いやすさには課題がある。この比較の先で日本陸軍は次の答えを探します。もっと軽く、もっとスマートに、もっと戦闘機らしく。その答えがキ61、後の3式戦闘機飛燕でした。そしていよいよ飛燕です。3式戦闘機、愛称飛燕。名前の通りツバメのように細く美しい機体です。この写真を見るとキ60から一気に洗練されたことがわかります。機種は細い、胴体は滑らか、主翼もすっきりしている。ゼロ戦やはやぶさのような空冷星型エンジン機とは全く違う雰囲気です。だからこそ飛燕は連合軍からドイツ機やイタリア機と誤認されたとも言われます。日本機なのに日本機らしくない。この違和感こそが飛燕最大の魅力でした。こちらはキ61試作第1号機です。飛燕は見た目だけの機体ではありませんでした。試作段階では最大速度591キロを記録。当時の日本陸軍機としては十分に期待できる数字です。しかも速度だけではありません。BF109E との比較でも速度、上昇力、運動性、離着陸特性で高い評価を受けたとされています。つまり飛燕は本当に期待された機体でした。日本が液冷エンジン戦闘機で世界水準に近づけるかもしれない、そう思わせるだけの可能性があったのです。こちらは3式戦1型号第37連星飛行隊の機体で台北の松山飛行場で撮影された写真です。足カバーには05の番号が見えます。ここで飛燕は試作機から実戦機へ変わります。美しい液冷機。でも戦場に出れば問われるのは美しさではありません。ちゃんと飛ぶのか、整備できるのか、部品は届くのか、エンジンは信頼できるのか。飛燕の本当の試練はここから始まります。この写真では飛燕の細部に注目します。機体下面には冷却機、機首側面には排気管、支脚周りも複雑です。飛燕は美しい機体でした。しかしその美しさは簡単な構造から生まれたものではありません。液冷エンジンを使うために冷却装置が必要になる。防弾装備を増やせば重くなる。武装を強くすればさらに重くなる。高性能を狙うほど整備と生産の負担は大きくなっていく。ここが飛燕の光と影です。ここで冒頭の写真に戻ります。飛行第244戦隊の飛燕1型兵編隊飛行中の写真です。戦闘機には赤で大きく描かれた隊長機マーク。カラー化すると
この赤が一気に立ち上がります。飛燕という名前にふさわしい、非常に美しい写真です。しかし、この美しい変態の任務は軽くありません。首都防空、B29迎撃、高高度から来る巨大爆撃機に向かって、飛燕は上がっていきました。美しい写真の向こう側に、重い任務があります。そして、今回最大の山場がこの写真です。飛行第244戦隊長、小林照彦少佐の飛燕1型兵、基板3295、足カバーには295、操縦席の下には、B29撃墜標識が見えます。昭和20年1月27日、小林少佐は、八王子上空で B29に体当たりし、生還したと伝えられています。ここで飛燕は、ただの美しい液冷戦闘機ではなくなります。高高度から来る B29、迎え撃つ飛燕、そして、その操縦席にいた一人の人間。写真に写る撃墜標識は、単なるマークではありません。本土防空の重さを伝える記録です。この写真では、空中戦ではなく、地上の飛燕を見ます。伊丹で給油中の飛行第516戦隊の飛燕1型兵。機体のそばには人がいます。燃料を入れる人、点検する人、次の飛行に備える人。飛燕は高性能機でした。しかし、戦闘機は勝手に飛ぶわけではありません。整備され、給油され、調整されて、ようやく空へ上がる。カラー化すると、金属の機体だけでなく、人の存在感が出てきます。このシリーズで一番大事なのは、そこです。兵器ではなく、そこに人がいたことです。戦争後半、飛燕配置が縦へ進化します。目的は、火力の強化です。胴体武装 20mm 保護機関方位変更。そのため、機種が延長され、機体構造も変わりました。火力は上がる。しかし、機体は重くなる。これは飛燕だけでなく、戦争後半の日本機が何度も直面した問題です。強くしたい。でも重くなる。速くしたい。でもエンジンや生産に限界がある。飛燕の美しさの裏側には、そうした苦しい改修の歴史がありました。位置が縦への側面を見ると、飛燕は相変わらず美しい機体です。しかし、見た目の美しさと性能の余裕は別です。機体は重くなり、上昇力や速度にも影響が出ていきます。飛燕は、液冷エンジンで高性能を狙った機体でした。でも、戦争後半になるほど、火力、防御、整備、生産、すべての要求が重くのしかかります。美しいけれど、余裕はない。この側面写真は、そんな戦争後半の飛燕を静かに語っています。最後の写真は、戦後に残された飛燕です。米軍に撮影された位置が立て、機体には明細が残り、翼下には増装も見えます。かつて B29迎撃へ向かった機体が、もう飛び立たない機体として撮影されている。ここに、飛燕の物語の終わりがあります。液冷エンジンに挑み、美しい機体を作り、高性能を狙い、本土防空に使われた。しかし最後には、整備、生産、部品供給、そして戦争そのものの限界に突き当たりました。飛燕は、名機だったのか、それとも、美しすぎた難物だったのか、その答えは、一言では決められません。飛燕は、万能の名機ではありませんでした。液冷エンジンは、美しい機体を生みました。しかし、整備と生産は簡単ではありませんでした。火力を増せば重くなる。防御を強めれば性能に響く。高性能を目指すほど、現場の負担は増えていく。それでも飛燕は、日本陸軍が本気で近代的な液冷戦闘機に挑んだ証拠です。日本機なのに、日本機らしくない。美しいけれど、難しい。期待されたけれど、苦しんだ。それが、3式戦闘機飛燕でした。あなたは飛燕を、名機だと思いますか？それとも、美しすぎた難物だと思いますか？ぜひコメントで教えてください。